ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、低価格の良作、ミールなどでも有名なブランド、トリポーインから、1ダイナミックドライバの新商品、トリポーインセンシベルが届いてるぞ。トリポーインといえば、一番有名なのは、多分ミール、最近多い、海外有名レビュアーとのコラボイヤホンの一つで、価格、音色のバランスなどに優れていて、1台目のちょっといいイヤホンにおすすめの1台だ。このほか、トリポーインは精力的にいくつかのイヤホンを展開しているんだけど、今回登場したのは、そういったレビュアーコラボ品ではなく、トリポーインのオリジナルチューニング、で、オリジナルのモデルはどれもこれも良い代物なんだけど、同時に結構癖の強いイヤホンも多い印象だ。それから、低価格かつ優秀なケーブルを多く販売してるブランドでもあるな。今回登場した、センシベルは、バランスの良いイヤホンか、それとも個性派なんだろうか？詳しく見ていこう。センシベルは、不透明のプラスチックシェルを持った、1ダイナミックドライバイヤホン。ダイナミックドライバの直径は約 10mm と、すごくよく見かけるスペックの1ダイナミックドライバイヤホンだ。ここに振動板素材やイヤホン固有のアップデートが加わることによって、個性化されていくわけだな。振動板に採用されているのは、NCG という聞き慣れない素材、ナノカーボングラフェン、とトリポーインは呼称してるんだけど、その由来に関する情報は、日本語では今のところ見つからないな。カーボン系振動板の一つで、グラフェンを使ってる、ということになるんだろうか。そもそもグラフェンがナノテクノロジーで炭素素材だから、それってただのグラフェンでは？と突っ込まれるのを待ってるのかもしれないけど。ちなみに、トリポーインで他にグラフェンが採用されているモデルは、さっきから名前がちょくちょく出ている代表作、ミールが挙げられる。つまり、非常に評価の高いミールに近いドライバーを採用しているわけだけど、果たして、後発のセンシベルはミールとどんな風に音が違うんだろうか。外装を詳しく見てみよう。センシベルは、アルミ合金の削り出しだった。ミールとは異なり、黒一色にフェイスプレート装飾の施された、落ち着いたデザインのイヤホンだ。フェイスプレート部分は幽体のような銀色のラメで飾り付けられていて、5000円周辺のイヤホンながら、しっかりと作られている。この手のイヤホンでよくある、フェイスプレートと本体の接着が汚いなんて問題も起きてないな。本体の仕上がりは、よく仕上がってると思っていいだろう。このイヤホンはリケーブルが可能で、ケーブルを接続する端子は、一般的な非埋め込み型の2ピン端子。トリポーインのイヤホンは、現在終売になっている TP10 以外、どれもこの端子を採用しているな。価格が安いので、ケーブルはそれほど性能に期待しない方がいいかも。これまでのところ、どのイヤホンもリケーブルで変化が大きかったので、リケーブルにも期待したいところだ。ただし、取り回しに関しては良好な付属ケーブルで、不満がないならこのまんまで良さそう。本体と合わせて真っ黒な組み合わせで、全体にまとまった印象も受けるな。ラインナップはアンバランスの 3.5mm のみだ。それから、特筆したいのが、大きなポーチがついてくること。ちょっとしたオーディオプレイヤーなら、問題なく収まりそうなサイズになっている。このポーチの中に、イヤホンとイヤ機と、マニュアルが、かなり余裕のある容積の中に収められているぞ。イヤーピースは、半透明と黒の2種類が用意されている。本体はこの手の 10mm ダイナミックドライバ機としては、多少コロッとした印象で、耳にフィットさせるためのくぼみなどに乏しい。ただ、実際に装着してみると、耳に当たるような部分もないため、問題なく装着ができると思う。イヤーステムの長さも問題なしだ。さて、そんなわけで、大きなポーチ、問題のない付属品、そして外装と、外観のところで、おや？と思うようなポイントは特になし、問題なく使用することができそうなセンシベルだけど、音色についてはどうなってるだろうか？センシベルの音色の元になっているのは、10mm のグラフェンドライバー。公式曰くナノカーボングラフェンだけど多分他のイヤホンに採用されてるグラフェンと同じ意味だろう。グラフェンドライバの音色は、今まで聞いてきたイヤホンから判断すると、全体に高質で、高音域が気持ちよく聞こえるイヤホンが多い。センシベルと同じブランドで、ライバルになる。価格が近く、同じグラフェンドライバーを採用している、ミールについては、結構高音域が暖かく、グラフェン採用イヤホンの中では、結構異質なところがあった。でも、この価格帯では間違いなくトップクラスの出来だったので、そのミールとセンシベルの違いがどのようなものかに期待したいところだ。というわけで、音色について、センシベルの音色は、一言で言ってしまうと、すごくグラフェンらしい音だ。
同社の同じグラフェン振動板を採用した、ミールと比較すると、高音域側がよく伸び、鋭く、そして、同時に低音域も過聴域外の振動感までしっかり出る。ただ、サブベースは強烈すぎず、全体は気持ちよく響く。ボーカルは非常に明瞭に聞こえて、セリフは聞き取りやすいけど、刺さるような音はないので、安心して聞いてられるな。ただ、ちょっと人工的に感じるくらいにクリア。ここら辺もいかにもグラフェンっぽい特性だ。ミールはこの辺りが自然に聞こえるように作られていたけど、よりカーボンっぽい音色を鳴らすセンシベルは、個性をゴリゴリに出した印象だな。トリボーインは素材の個性を前面に押し出したイヤホンが多いんだけど、このセンシベルも、いかにもグラフェン、カーボン的な、軽快で、自然さよりも個性を重視した仕上がりになっている。ただし、2022年の水準は、深い音や弱点がないことが前提だ。いかにグラフェンが鋭い音が特徴とはいえ、そのまま深い音を出すようなイヤホンじゃない。また、低音域、サブベースに関してもしっかりと出ていて、より過去のイヤホンと比べて、このあたりはしっかりと改善されてるぞ。空間についても、この鋭い音色のおかげではっきりと聞こえる。ただ、それほど広い感じはなく、ここは味付けが強くない。グラフェンドライバーの個性を引き出しながら、満足ゆく低音域と、深い音のない高音域を実現したイヤホン。それがセンシベルって印象だ。全体的な仕上がりは、このクラスのイヤホンとして、しっかり整っている。その上で、グラフェンの個性をしっかり引き出しつつ、角の立つ部分はしっかりと丸めていて、それから、現代の録音を表現できる調整域を備える。カーボン系ドライバーの、ハキハキとした鳴らし方は好きだけど、長時間は聞いてられない。って人におすすめだな。また、トリボーインは、数多くの1ダイナミックドライバーを発売しているので、同じグラフェンで、チューニングが大きく異なる、ミールや、グラフェンとは正反対の、弾力、丸い音、残響感の重さが魅力の、液晶ポリマー振動板を採用した、ビート聞き比べてみると、どれも同じ 10mm1 ダイナミックドライバーというくくりの中なのに、音がまるで違う、という点が楽しめると思う。今まで、トリボーインのグラフェン1ダイナミックドライバー機能とのイメージは、トリボーインミールだったわけだけど、あちらは、素材よりもチューニング技術が光る仕上がりだった。実際、トリボーインが外部の影響を受けずに作った、このセンシベルは、トリボーインの個性強軍団の中における、本来のグラフェンの音、なんじゃないかな。他のトリボーインが単独で手掛けた TC1 やリーと比較すると、そのドライバー素材の個性がしっかり楽しめるラインナップになっているぞ。いかにもグラフェンって感じで、弱点もしっかり潰されてるイヤホンが欲しい人、ちょうどいいのがここにあるぞ。と、こんなところだな。付属ポーチの豪華さなど、手に取った時の満足感もあって、グラフェンの弱点を潰しつつ、この上なくグラフェンっぽい、低価格でキャラクターの濃さを求めている人は、きっとこういうのを望むはずだ。今回、トリボーインからは、同時発売のもう1機種も預かってるんだが、他ブランドって、大体そのブランドの傾向を持ってるものだけど、トリボーインのイヤホンは、どれもこれもかなり音色が違う。逆に、その素材の味をしっかり引き出して、それぞれの商品で、傾向がコロコロ変わる、というのは、トリボーインの得難い個性なのかもしれないな。といったところで今回はここまで。